こんにちは、アンナスです。今日は前回に引き続き、サテンステッチのいろいろな刺し方を説明します。前回シンプルだったんですけど、ちょっと複雑ってほどでもないんですけど、ちょっといろいろな形を説明します。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、先週の続きで今日もサテンステッチのいろいろな刺し方を説明していきます。で、今日はこのドーナツの形、放射状に刺す方法ですね。このドーナツの図案を刺す場合2パターンあって、丸を刺す時みたいにどこかに基準を1個入れて、で下を埋めて、あとこの真ん中を開けて避けながらこう左右を刺して上を埋めるっていう方法もあるんですけど、私はその方法で刺すとここの外側の丸が結構ガタガタしてしまうので、放射状に刺した方が割と丸がこう綺麗にいきやすいんで、そちらの方の説明をしたいと思います。まず1本入れます。で、放射状に刺す場合、隣に刺しながらうまくこう向きを変えていこうとするとかなり難しいので、少しワンブロックぐらいの感じでいいです。ガイド線を入れます。で、この中をうまく放射状に刺そうっていう感じに持っていくんですけど、これよく見ると先週やったこの台形の刺し方と同じですね。台形の形になってますね。なのでちっちゃい台形がたくさんここに入るっていう状況になりますね。ちょっと短いのを刺す。で、またもうちょっと針1個分短いのを刺す。そして長いのを入れると、この最初にさっきやったこうカクカクした短いものが全部この最後の3針目でカバーされるので、でまたちょっと短いのを入れるって感じで調整して、この内側がモコモコしないようにちょっとこう糸の長さを分散させるんですね。今みたいに一つだけ短いのを入れるとかでもいいし、もう無理して入れなくてもいいので、普通に平行に刺していって大丈夫そうだったらもうどんどん普通に刺していってもいいので、なので台形の刺し方は前回と同じなんですけど、このドーナツ型の刺し方のポイントとしては、このワンブロックずつ、自分でなんかそこそこのサイズ決めてワンブロックずつ刺していくっていう風にした方がいいです。でまたこうやってこの範囲内だったら綺麗に放射はできると思うんですけど、果てしなく放射を綺麗にしようとすると多分放射がだんだん辻褄が合わなくなってくると思います。はい、では仕上がりました。では次に行きます。はい、では次はこのギザギザの刺し方ですね。で、こういうギザギザのものっていうのはこれだと縦に1本入れて端っこから順番に埋めていくんですけど、そうすると端っこから順番に刺すとこうゴワゴワになるんですね。この頂点を頑張って尖らせないといけないのに、どうしてもやっぱり思い切って尖らせることがちょっとやりづらくなってくるんで、なのでもうこれもガイド線を入れます。先にこのへこんでるところと一番長いところを入れておいて、全部入れてもいいんですけど、入れておいて、でこの中で安心してこのちょっとずつ短くなっていく部分と、ここは普通に刺していく部分があるんですけど、もうそれをこう平行に埋めていく。この方が、刺しやすいです。いろいろ気を使わなくていいんで、なんか尖らせなきゃいけないとかいろいろ考えなくていいんで、ガイド線を入れます。であとはもう普通に埋めていけば大丈夫です。
はい、これで出来上がりです。では次に行きます。はい、次は葉っぱですね。葉っぱは大きい葉っぱと小さい葉っぱ2パターンやろうと思います。大きい葉っぱの場合、真ん中に溝を作って葉脈みたいにしたいので、左右でこう斜めの向きにしてサテンステッチをするっていう方法なんですけど、この時に真ん中に1本基準を入れて上と下と埋めると結構この先が綺麗に尖らないので、最初にガイド線を入れます。まず頂点を作っておいて、で左右はかなり斜めに葉脈っぽい長さで、葉脈のような感じでこうやってステッチガイド線を入れておきます。で放射状に間を埋めます。同じ穴に刺します。多分ステッチ1つぐらい入れるだけで済むと思うんですけど、あんまりこの角度を横にしすぎると葉脈に見えないというのと、あとここたくさん刺さなきゃいけなくなるんで、もうできるだけ1針か2針で済むぐらいの角度を作ってください。でもうこれで頂点が仕上がっているので、あとは安心してこの斜めを保ちながら下に降りていきます。でこの時に基本的には平行にこうやって斜めに降りていくんですけど、やっぱりだんだん向きとかが横になったりとかうまくいかないっていう時があるので、これもちょっとガイド線を入れて間を埋めるっていう風にするとうまくいきます。はい、半分できたらまた戻ってきて半分刺すんですけど、この時に、針の動かし方ですね。外側から内側に刺すとうまくいきやすいです。内側から外側に刺すと、例えばこういう風に糸を割ってしまったり、さっき刺したところの糸の間から出てきたりとかして、結構何回も刺し直したりして難しいので、外から針を出してで同じ穴をめがけて刺します。さっきこっちの右で刺繍したこの穴と同じところに、できるだけ同じところに入れます。布地が見えるとちょっと汚く見えるので、隙間は開けないです。隙間は開けないで、外から刺して、手が上にいる時にこうやって狙う方が分かりやすいですね。なのでこういう外から内側に刺すっていう感じでやっていきます。はい、これで全部できたので、ここの溝の部分がもう影になって葉脈っぽく見えるんで、私は割とこれで終わらせることが多いんですけど、この上から別の糸とかでわざとこの葉脈をバックステッチとかアウトラインで入れるっていうのも可愛いと思います。で、小さい葉っぱの刺し方ですね。2パターンあるんですけど、なんかその時の気分とか、そのものによって変えているんですが、真ん中に1本基準を入れて、でもうこれが最初に入れた1本が頂点になるから、これより長くしないで少し短いのを左右に入れていく。この時は丸を刺す時みたいな感じではなくて、真ん中に1本入れて左右のバランスを見ながら1本ずつ交互に刺していくと形がよくできると思います。はい、ではこれができたので、今度こっちのもう一つのパターンの刺し方、結構細長い葉っぱとかに私はよく使っているんですけど、ちょっと斜めに最初のガイド線というか、基準になるステッチを入れて、で少し斜めにずらします。だからこの1つ目のステッチの次のステッチはちょっとここ空いてるんですけど、
少し上目のところから針を出して、で針を入れる時も真横ではなくて針1個分ぐらいちょっと開けてずらして、こんな感じでちょっとずらしながら平行は保っておかないとサテンステッチなんでツヤが出なくなるんですけど、こうやってちょっとずつこうずらして刺していくと、最終的にこの糸の端が頂点になるので、ここを利用して斜めに刺すっていう方法もやっています。なのでこれ別にこっちのやり方で真ん中に生地を入れて半分ずつで細く仕上げてもいいんですけど、こういうやり方もあるっていうことで。こんな感じですね。で出来上がりです。では次に行きます。はい、ハートの刺し方です。これもいろんな刺し方があると思うんですけど、例えば真ん中に入れて縦にこう埋めていくっていうのもありだと思うんですけど、私はハートの刺し方はこう横に1本入れると刺しやすいなっていつも思っていて、だいたいクローバーの葉っぱとかもこういう感じでやったりするんですが、ここに1本入れると半円が3つできる状況になるんで、あんまりいろいろこの形をちゃんと整えなきゃみたいなことを考えずに割と楽に形が取れるので、このやり方でやってます。もうどこから刺してもいいです。半円を一つずつ埋めていくっていう感じで刺していきます。はい、ハートが出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。